高卒無能は会社の恥だ。勤続10年のくせに、まだ平社員の無能くん。高卒だからと、俺をバカにする部長は、最近外部から入ってきたばかりの男だ。俺の方が自分よりも頼られていると思い込み、何かと目をつけてくる。俺が何か迷惑をかけただろうか。当然、俺には心当たりがない。お前は今日限りでクビにする。高らかにそう言い放つ部長は、自分が何をしでかしたのか、まだ気がついていない。そうして笑っていられるのも今のうちだ。そう思いながら、俺は長年お世話になったオフィスを去ることにしたのだった。俺の名前は臼井健。地元の印刷会社で働いている28歳のサラリーマンだ。会社は全国規模ではないけれど、俺が住んでいる地方では有名で、時々 CM なんかも流れている。働き始めた頃は知らないことばかりでかなり苦労した。だけど、俺なりにこの仕事には熱意を持って働いている。そんな俺は企画部に在籍しているんだが、先日中途採用の社員が入ってきたんだ。その社員の名前は浅森拓也。年齢は43歳で、役員がヘッドハンティングしてきたやり手と噂になっていた。初めから部長という役職が与えられていて、役員の期待の高さがうかがえる。しかし、この浅森という男、何が狙いなのかさっぱりわからないが、執拗に俺を狙って嫌がらせをしてくる。きっかけはあの一件だろう。あれは浅森部長の入社初日のことだった。浅森部長はやたらと自信満々で、彼の入社スピーチでは前職での輝かしい栄光が語られた。もともといた会社は大企業。この業界に関わる人なら誰でも知っている会社だ。その自信も経験に裏付けされているんだろう。とはいえ、当然だが、同じ業界とは言っても別の企業なものだから業務内容が同じわけがない。部長が声を大きくして何でも俺に聞けと叫んでも、なかなか人が寄ってこない。それどころか業務内容で質問したい新人や後輩たちはみんな俺の方へ集まってくるのだ。俺はこの会社に高卒で入社したため、今年で在籍10年。もちろん俺より社歴の長い社員もいるが、全員すでに役職者となっていた。それに比べて俺はまだ平社員。それもあって俺は部署内で一番質問しやすい先輩と呼び声が高いらしい。どうやらそれが浅森部長にとっては面白くなかったようだ。ある日、俺は出社してパソコンを立ち上げた。仕事に入る前の準備として今日取り掛かる仕事のファイルを開く。これが毎朝の日課だ。しかし、この日はいくらファイルを探しても見つからない。バックアップを取っていたからなんとか難を逃れたけれど、この状況はどうにもおかしい。パソコンが壊れたのか？ PC の起動時に問題は見当たらなかったし、故障らしい動作もない。俺がパソコンとにらめっこしている間に、徐々に他の社員も出社してくる。浅森部長も出社してきたようだ。みんなおはよう。部長、おはようございます。挨拶を返した俺に、部長はニヤニヤと笑みを浮かべて話しかけた。どうだ、臼井。何か困っていることはないか？今日の天気予報は晴れだったが、雨でも降るんだろうか。浅森部長が俺の心配をしてくれるなんて初めてのことだ。困っていることといえば、パソコンの不具合というか、ファイルがなくなっていたことくらいだろうか。今朝からパソコンの調子がおかしくて、データが全部消えていました。俺の返事を待っていたかのように、浅森部長は大声で怒鳴り始めた。データの管理はしっかりとしておけと教わらなかったのか？お前は仕事に対する真剣さが足りん。その目は水を得た魚のように生き生きとしている。怒っているのに楽しそうな表情をしている浅森が気味悪く感じる。そんな俺の気持ちなんて知りもしない浅森部長は俺のデスクをバンと叩いた。いいか、臼井。もう終わった案件だって重要な資料だ。顧客と長い付き合いをしていく上で、過去のデータの取り扱いは雑にしていいもんじゃないぞ。
朝森部長はまるで新卒に注意するかのような態度で話を進める。彼の中で自分の評価が透けて見える。ご指摘ありがとうございます。ですが、朝森部長、俺はデータは常に外付けのハードディスクにバックアップを残しているんです。ご心配には及びません。朝森部長は一瞬眉をしかめたが、すぐに調子を取り戻した。そういう問題じゃない。お前のそういう態度が問題なんだ。そもそもお前のパソコンはデータの容量がパンパンだった。遅かれ早かれ故障していた。どうして俺のパソコンの容量のことを知っているんですか？さあ、なんでだろうな。部長は俺の質問には答えず立ち去った。その様子を見て、俺にはある一つの疑念が浮かんだ。今回の犯人は部長なのだろうか。だとしても証拠はない。俺はこの日以降、データ管理を徹底するようになった。とは言っても、パソコンにロックをかけるようにして、パスワードを変えるくらいのものだが、しかし、これが朝森部長には効果があったようだ。この対策をしてから PC へのいたずらはなくなった。だけど、これで平和が訪れるかと思いきや、そうはいかなかった。今度は朝森部長が俺の仕事を奪い始めたのだ。俺が営業して取ってきた仕事をすべて横取りするため、俺の仕事は完全になくなってしまう。俺はヘッドハンティングされてこの会社に来たんだ。当然、俺の方がいい仕事ができるに決まっている。朝森部長はこう言い張って、俺の言葉に耳を傾ける様子もない。新規の案件はまだいいが、既存のクライアントとなれば話は別。俺が数年かけて手がけてきたクライアントの案件も朝森部長が受けてしまった。営業も当然俺がやると思って仕事を取ってきてくれているだろうに、その信頼を裏切るようで申し訳なかった。朝森部長、そのクライアントは俺にやらせてください。もう何年も俺が担当しています。俺がやった方が間違いがないと思うのですが。そう言われると、ますますお前に渡すわけにはいかなくなったな。いい機会だ。クソ生意気なお前に俺の実力というものを思い知らせてやろう。俺が何を言っても聞く耳を持たない。朝森部長は見下したような眼差しを向けて仕事に戻ってしまった。こうなってしまえばもう俺にできることはない。俺は平社員で相手は部長。俺は従うしかないのだ。仕方なく俺は朝森部長に注意点をまとめたファイルをメールで送っておいたのだった。それから数日後、クライアントと直接交渉している営業から呼び出しがあった。要件は想像がついていた。朝森部長に奪われた案件のことだろう。うっそい、お前最近仕事の手を抜いてやってんのか？今回のもそうだが、ちょっと前から出来が悪いぞ。俺は朝森部長が手掛けた案件の詳細を知ることはできない。ましてや介入も不可能。すべて営業に渡し済みなのだ。ここ最近上がってきた仕事は全部お前に戻すよ。とにかくあのままじゃ俺だって渡されても困るだけだ。クライアントに渡せやしない。もっと全力で作ってくれよ。営業が起こるのも無理もない。俺がいる企画部は今や完全に朝森部長が牛耳っていてスタンドアローンだ。朝森部長以外何がどうなっているのか誰も知らなかった。俺は営業から戻された案件を確認することにした。これを見れば朝森部長がどんな仕事をしているのか暴くことができる。部長の仕事はどうやら前の会社のスタイルを踏襲したもののようだった。それだけならまだ良かったのだが、一度に仕事を抱え込んだせいだろう。やっつけ仕事という表現がぴったりだった。俺の送った注意点は見ていないのか、全く反映されていない。これでは営業部からクレームが来ても文句は言えない。部長に助け舟を出すようで気が引けるが、報告はしておかなければならないだろう。朝森部長、営業からクレームがありましたよ。そうか。それで営業は何て言っていたんだ？最近手を抜いていないかと怒っていました。それはいけないな。急いで対応した方がいいんじゃないか。俺の報告を聞いても、朝森部長はどこか人事だった。何かおかしい。朝森部長は自分のミスだと気づいていないのだろうか。
指摘を受けていたのはすべて朝森部長が担当したものだけですが。何の話だ。俺は何も担当なんてしていないぞ。部長は笑いをこらえきれないといった感じで話している。俺はあくまで代打だ。何一つ俺の名前なんて使っていない。嫌な予感がした。俺は慌てて自分のパソコンに映っている案件を確認した。担当者の欄を見て愕然とした。そこにあった名前は朝森部長ではなく俺の名前だったのだ。つまり今までの中途半端でやっつけ仕事として仕上がっていたものはすべて俺の仕事として挙げられていたというわけだ。人の名前を使ってなんてことをしてくれたんだ。うすい、お前は自分の仕事も理解していないのか。ふざけないでください。これはあなたがやった仕事でしょ。お前に代わって俺がやっただけだ。最終確認はお前がやるべきだろう。朝森部長が俺から奪った仕事は一つや二つではなかった。きっと全部が同じようなやっつけ仕事で俺の名前を使ってやっている。結局朝森部長がやった仕事を片っ端から手直ししていくことになった。その作業量は相当なもので、すべての修正が終わるまでに1週間残業し続けることになったのだった。ようやくすべての手直しを終えたその日、くたくたになって帰宅。一息ついてすぐある人に電話をかけた。実は俺には婚約者がいる。いつもなら俺が彼女の話を聞くことが多い。でもこの日ばかりは俺が愚痴ってばかりになってしまった。めったにないことだったので、さすがに彼女も心配になったのだろう。私に何か手伝えることってある？話を聞いてもらえるだけでも助けられているよ。大丈夫だ。俺たちの結婚式も迫ってきている。式の準備はほとんど彼女にやってもらっている中、自分の仕事でこれ以上弱音を吐くわけにもいかない。これ以上彼女に心配をかけないように精一杯明るい声を出した。その日から朝森部長は俺に構ってこなくなった。もしかしたら俺に嫌がらせするのに飽きたのかもしれない。そう思っていたのもつかの間、ある日突然朝森部長が話しかけてきた。うっせい、お前年齢いくつなんだ？28です。その年で勤続10年ってことは高卒で入社したのか？ええ、そうですよ。朝森部長はどこかで俺の車歴を聞いたようだ。俺に構わなくなったあの日以降、俺をいじるネタ探しでもしていたのだろうか。危機として声をかけてきたのだ。今時学歴いじりか。とため息をつきたい気持ちに駆られる。別に高卒なんて珍しくもないですよ。この会社にもたくさんいるじゃないですか。勤続10年の平社員はお前だけだろ。高卒の無能は会社の恥だ。俺はちゃんと仕事はこなしています。あのやっつけ仕事がお前の仕事か？楽なもんだな。あれは俺の仕事じゃない。営業からのクレームといい、さすがに優秀な俺でもお前にはサジを投げるしかなさそうだ。臼井は今日限りでクビにする。今までも相当な暴論をぶつけられてきたが、まさかここでクビを宣言されるとは思わなかった。開いた口が塞がらないとはこのことだと思った。ここで反論してもよかったが、時間の無駄だと分かっている。何より俺は朝森部長の相手にもう疲れていた。撤回するなら今が最後のチャンスですが。撤回だって誰がそんなことするか。お前みたいなやつ会社にはいらないんだよ。後悔はしないでくださいね。とっとと出ていけ、高卒無能が。わかりました。では私はこれでクビということで、今日は失礼します。俺は会社を出て行った。オフィスはざわついていたが、どうでもよかった。10年もいたため、当然会社には愛着がある。しかし、この朝森部長がいる企画部では自分のしたい仕事ができないのだ。俺はさっさと退職の準備を進め、オフィスを去った。そして翌週、俺は結婚式場にいた。今日は俺の結婚式当日。式場には会社関係者も多く出席している。披露宴が始まり、
これから妻として人生を共に歩む彼女との一歩を踏み出した。歩きながら周りを見ていると、会社関係者のテーブルが目に入った。その中には浅森部長の姿もある。俺と目が合うと、浅森部長は目を丸く見開いた後、急いで顔を背けた。その反応を見て、俺は確信する。やはり部長は何も知らないのだろうと。そして式が進み、主賓の挨拶として社長が登壇する。厳かな空気の中、ゆっくりと口を開いた。私はケン君の会社の社長だが、花嫁の父親でもある。どちらの立場で話せばいいものか、今でも決めかねているのだが、社長の小気味いいスピーチで会場内の空気が温まっていく。その一方で部長の顔が青くなっていくのが見えた。式も進み、テーブルラウンドを始めた俺たち。いよいよ部長のテーブルの番だ。俺が部長のそばに行くと、一切目を合わせないまま小さく震えている。浅森部長、先週はお世話になりました。社長の娘婿ってお前のことだったのか。浅森部長の顔には油汗が見えた。内心かなり焦っていることがうかがえる。しかし、あれだけ下に見ていた俺が社長の娘婿なのが許せないのだろう。血走った目で俺を見上げながら負け惜しみを口にした。はっ、惨めだな。高卒で何の取り柄もないからって社長の娘に取り入ったってか。お前がどれだけあがいたところで無能は取り繕えないぞ。言うにこと書いてあんたって人は。俺と浅森部長を取り巻く空気が尋常ではないことに気がついた周りが次第にざわつき始める。しかしここで引っ込むわけにはいかない。なぜなら俺だけじゃない。妻も関係者も侮辱するのか。そう、この男の言葉は俺だけではなく、俺との結婚を決めた妻たちも愚弄する言葉なのだから。そうやって論点をずらすな、この無能が。その言葉、聞き捨てならんな。お父さん。社長が現れた。その身のこなし、威厳、厳格、存在そのもので空気を引き締める。俺も浅森部長も固まった。しかし、先に口を開いたのは浅森部長だった。社長、こいつは高卒の無能です。社長のご息女とはあまりにも不釣り合いだ。君の言いたいことは分かった。まさか、浅森部長の狙いはこれか。目を見開く俺に勝ち誇ったように笑う。しかし、その余裕が保たれたのは一瞬のことだった。しかしだな。私の考えは君とはだいぶ違うようだ。社長、それはどういうことですか？ケン君は無能ではない。この会社にとって必要な人材なんだよ。社長の言葉を理解した途端、浅森部長の顔が歪んでいく。ですが、社長、ケン君は俺がクビにしてやったんですよ。なんだと？信じられないと声を上げる社長に、俺はうなずいてみせた。もちろん、部長の行動を肯定するものではなく、その横暴を認めるために。お父さん、浅森ですが、会社ではやりたい放題です。企画部は混乱の中にあります。そうか。一体誰が無能なのか、もはや確認などするまでもないということだな。意志を固めたお父さん。社長が浅森をはっきりと見据える。浅森の口がわなわなと震えた。社長、お嬢さんをこんな無能に任せてもいいんですか？娘の方がケン君に惚れているんだ。次期社長もすでにケン君に決めている。彼の仕事ぶりについてもかなり評価が高いと評判だしな。誰も文句はないだろう。なんだと？浅森部長。残念だよ。君は優秀だと聞いていたからね。だが、それは間違いだったようだ。後ほど解雇通知を出しておこう。明日は退職準備をしておいてくれ。浅森部長から力が抜けていく。その場に崩れた。披露宴は社長がうまく収めてくれたおかげで無事に終わった。
その後、解雇が取り消しになった俺が会社に行くと、浅森部長の姿はなかった。浅森部長は再就職を目指しているようだが、披露宴には印刷業界関係者も多く出席していた。それもあって、この業界で再就職はうまくいっていないらしい。コンビニでアルバイトをしているとも聞いたが、それも確かじゃない。俺はというと、社長業の引き継ぎで多忙な日々を過ごしている。それでも家に帰れば愛する妻がいる。多少の無理難題はこの事実だけで乗り越えられそうだ。